防具の作り方でも面で、中国式と韓国式、日本式、これがちょっと見分けられる。使っていかないとなかなかわからないんですけど、使っていくと、どこの方式で作られてるんだなっていうのがわかる方法、紹介します。皆様、お使いの防具で、ここからですね、このヘリ、ここのヘリ部分からですね、面の、なんかこう糸が切れて、こうぐちゃ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 ってなるような防具、多々あると思うんですよね。それが、韓国式とか中国式でよく使われる製法で、今もう、ほぼほぼ日本のですね、90% 以上はその手法になっていると思います。ここからこう、ぐちゃぐちゃぐちゃってこう、糸がこう切れてるの。なぜ切れてるのかというのをですね、これ説明したいと思うんですよね。で、これわかりますかね？日本式と韓国式。日本式、韓国式ですね。これがですね、この面布団をこう一枚にして、こう、今から斜め差しに縫うのをしていこうと思うんですけど、日本製の場合はですね、日本製というか日本式ですね、もうほぼほぼあまりこう手間がかかってコストがやっぱり、こう、手間がかかるんで丈夫になるんですけど、手間がかかるんであんまりしないと思うんですけど、この日本式の従来の日本式というのが、こう、ずーっとミシンを縫い込んでいくんですよね。して、ここで折り返してずーっとこうやって、こう一本の糸でずーっとこう繋がってるんですよね。こうやって。こう斜め差しの場合ですね。斜め差しの場合が、ここの斜め差しの場合が、こう、斜め差しがずっと繋がってますね。これ日本製法で、もう一本の糸でずーっとミシンの製法で一本の糸でずーっと繋がってるんで、丈夫で腰が出てきて、こう、面が垂れない。しっかりしてる。中の芯材とかにもよりますけど、これ日本式で、製法ですね。なんで、こう、フリーハンドで日本人がずーっと日本人とか日本式でずーっと塗っていきますんで、少しの、こう、歪みとかはあるかもしれないですけど、そこがいいとこって言われますね。こう、風合いが出ていいなって。で、海外の、中国式、韓国式の面布団の縫い方って、こう、後でこう、これでも紹介します。動画で紹介しますけど、あの、機械に当てはめて、ロールミシンって言って、ガチャン、ガチャン、ガチャンって機械でですね、こう縫っていって、またこう縫っていって、こう縫っていって、こう縫っていくんですね。全部。斜め差し手法で、こう全部、こう塗っていくんですね。したら、なんでぐちゃぐちゃになるかというと、ここで全部糸が切れてるんですよ。ここで。ここれ全部切れてますね、糸が。なんでここでなんかこう、見えないように後処理はするんですけど、使っていけばやっぱり全部の糸がこれ切れてますね。で、日本式の場合は全部の糸が繋がってます。これが違いですね。なんでこれで全部切れてヘリで隠したり、ピンセットみたいなやつで布団の中にこう入れ込んでいって全部切れたのを隠してしまうんですね。確かにこっちの方が作るのがめちゃくちゃ早いんですよね。でも、この製法でしたら、これ2倍、3倍ぐらい時間かかるんですけど、これが昔ながらの日本式です。これが韓国、中国式。もう大量生産方法ですね。なんで、ここがですね、ぐちゃ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 ってこう、糸がほつれて、この面布団のこのヘリ、ここのヘリがぐちゃ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 ってもう糸がパパパパって出てきてもう切れてるやつ。これは中国式、韓国式です。これを頭に入れて買われると結構いい品質のものが手に入るかもしれないですね。一般の販売店さんに行って、これ中国式の面布団の縫い方ですかねって、後でここごちゃごちゃならないですかねっていうので聞いてもらえば、どっちの手法で作られてるのかなっていうのが、これが一番簡単な防具の、後々の鑑定になりますけど、わかりやすいかなと思います。
で、やっぱり日本式の方が若干価格は高いと思いますけど、しっかりしてます。で、まあ割り切って中国式、韓国式でもいいなと思えば安いんで、こっち側でもいいかもしれないですね。これが、やっぱり一本の糸でずっと繋がってる方法と全部ここで切れてる方法。これがやっぱり品質の違いにはなってくると思います。これを、まあ、防具買われるときに少しでも頭に入れとってもらうと、いい防具が巡り合うかもしれないです。ただ、日本式でするとやっぱり価格は高いんで、それを、踏まえて、参考にしてもらえばなと思います。もうほぼほぼ、日本にある、まあ90%以上は多分中国式、韓国式ですね。前の、動画でも、紹介しましたけど、今も海外でも日本人オーナーさんっていうのはほぼほぼいないんで、海外の方が作られているのを、国内のメーカーさんとか、小売店さんが買われているのがほぼほぼなんで、90%は90%以上ぐらい、まあ推測ですけど、以上はこっちと思います。まあ10%ぐらいしか、この手法で作られているのはコストもかかるし、ないと思います。ただ、いい防具をお買い求めになるのであれば、やっぱりこっちの方が腰があって、後で切れないんで、ここはぐちゃぐちゃってならないんで、綺麗な姿の面だとやっぱり日本式の方がいいかなって私は思います。お客様の、ご予算とかもあるんで、これを踏まえながら、いい防具に巡り合われたらいいかなと思います。今回は、簡単ですけど、後になりますけど、自分の面はどっちの方法で作られているのかなというのの、鑑定というか、いい防具を、巡り合える中で、ぜひ知ってもらいたいことを紹介しました。また、いろんなことを紹介していきますんで、またご視聴よろしくお願いします。